2017年8月27日、その男は突如としてスマブラコミュニティに衝撃を与えた。それは当時大会シーンの頂点であった梅ブラやスマバトといった大規模大会ではなく、秋葉原で行われた小規模な大会でのことだった。ここにはチョコ、エイム、フトといった当時の日本最上位プレイヤーが数多く参加していた。そんな中、当時大会で実績も知名度もなかったプレイヤーが下馬評を崩し続け、見事優勝を果たすことになる。驚くべきことに、彼は Wii U を持っておらず、大会には 3DS で参加していた。見た目も若く少年のようなその男は瞬く間に急成長を遂げ、後にスマブラコミュニティで輝かしい実績を残すことになる。彼の名はザクレイ。2017年頃からオンラインで大会参加を始め、タミスマでは優勝を果たすなど順調に結果を出していた。対戦会への参加が増え始めた2017年の夏以降は、他のプレイヤーからの評価も急激に高まっていった。その発売してから発売した年とかっていうのはかなり幼かったんで、さすがにそのオンラインのガチ101っていういわゆるガチ部屋っていうのが、あった時に、それをずっとやっていて、オフ大会とか、そのオンライン大会とかっていうのに手を出し始めたのは、1年半ぐらい経った頃ですかね。勝つ自信は全然なかったけど、でもやっぱさすがにタミスマとかでは多少はね、やっぱ 3D ストアで活躍してたんで、あわよくはちょっと頑張りたいなとは思ってたけど、自信はそんななかったかな。結構人に誘われてスマイとタミスマとかオフ大会に来ることが多かったんですけど、界隈のことを、ほぼ知らない、その時の上位プレイヤーすらも全然知らないぐらいだったんで、それこそその時から、アバダンゴさんとか、その辺はさすがに知ってたぐらい。やっぱ当時珍しい 3DS を持ってオフに来る、少年って感じだったんですよね。若さの割にはあまりにもプレーが老快感、おじ寄りなプレーをすごいしてて、本当に一つ一つちゃんとやってるなみたいな、プレーの集合体みたいな、でもすごい子になるだろうなみたいなのは当時から結構思ったですね。そんな中、オフ大会デビューを果たしたザクレイだったが、思うような結果は出なかった。梅ベラ26では97位、梅ベラ28では33位。秋葉原の大会で優勝した後に行われた梅ベラ29、30でも49位、25位と振るわない結果が続いた。当時はもうね、かなり、いわゆるひよってるっていう行動とかもたくさんあって、本番でその 100% の力を出すっていうのはかなり、いつもできてなかった印象が、単純に実力不足だったっていうのは全然ありますけどね。そんな彼が大型大会で脚光を浴びるきっかけになったのが梅ベラ TAT だった。上位プレイヤー赤佐、桐原を破り、勝てばウィナーズクォーターファイナルに進出となる試合で光と対戦することになる。フルセットの試合だったが、この試合を制し、結果としてザクレイはこの大会を9位で終えることになった。対戦会等でその実力はすでに認められていたものの、大会でいい結果が出せなかったザクレイだったが、この梅ベラ TAT をきっかけにその実力が開花することになる。あれはね、嬉しかったですね。本当にアニバーサリーイベントの大会、年一の大会なんですけど、あれ、そこまでが確か最高順位が32とか、一重に悪くはないけど、ちょっと喜ぶにはっていう大会だった結果だったんですけど、誰が聞いても分かるような上位プレイヤーを倒して12位に入ったのが初めてなんですけど、あれは嬉しかったですね。本当に12って聞くとね、今でこそめちゃくちゃいい結果とは言えないかもしれないですけど、あの時はでも本当に嬉しかったですね。もう今でもあの時の気分忘れられないぐらいなんですけど。2018年2月、東海議2018への参加をかけて開催された梅村で
見事準優勝を果たし、公式大会の位置づけである東海議において本戦出場を果たす。結果は13位と満足のいくものではなかったが、日本からはケン、ニエトノ、チョコ、シュートン、海外からは MK レオ、アライ、ナイロといった世界的に有名な選手が集まる晴れ舞台に上り、名実ともにトッププレイヤーの仲間入りを果たした大会となった。あの時はそうですね、あの時、結果自体は確か普通に負けで終わったんで、その大会自体はそこまでいい思い出という感じでもないんですけど、その僕自身、当然プロみたいな当然なかったですし、最上位プレイヤーと呼べるほどのあれでもなかったんで、あの時ってもうみんなが知っているような上位プレイヤーが集まって、でその確か当時の幕張メッセでやってた大会に初めて招待されて、そういうそのスマブラで、その例えばホテルに泊まったりとか、最上位勢が集まってそういう大きなイベントの大会に出るっていうのがそもそも初めての経験だったんで、あれは結構一区切りというか、確か親にそのスマブラを真剣にやってるっていう話をしたのも確かそこだったし、結構、大会の結果自体はそこまでではあったものの、結構思い出深いですね、あれは。その後の成長は目覚ましかった。7月の梅べら33では、当時日本最強格のプレイヤーだったアバダンゴと接戦を演じ、惜しくも敗れたものの、敗者側ではシュキー、レインといった上位プレイヤーを破り、自身初の梅べらでのトップ8入りを果たした。その勢いは止まらず、2018年8月関西で行われたスマバト27では順調に勝者側トーナメントを勝ち進み、勝者側決勝でケンと対峙した。この戦いを制したのはザクレイ。見事大型オフ大会で初優勝を飾った。本当にケントはもう今までの大会で3回ほどもう当たってて、もう3回とも全然負けみたいな感じで、もう結構初めてケンと対戦した時はボロ負けで、結構その時から結構彼のプレイングをとか大会での立ち回りを結構意識をするようにはなって、その時も結構ケンは日本1位ぐらい強いプレイヤーランキングでもそうだったんで、そこは意識してましたし、勝ったのは嬉しかったですね。梅べら34では勝者側のトップ48で梅木に敗れるものの、その後も2、アトリエ、ニエトノ、レアといった強豪プレイヤーを破り、見事3位を獲得した。これにより直近のオフ大会では7位、1位、3位と紛れもなく日本のトッププレイヤーとなった。僕がフリーした時はそんなに他の人とあんま変わらない、でも高校生なのにコントローラー 3DS でここまでやってすごいなってぐらいにしか思ってなかったんですね。で数ヶ月後に東海予選かなで僕が大会で当たったんですよ、ザクレと。でプロコンに当時その時はもう帰れて結構しばらく経った後だったんで久々にやるなと思って意気込んでたら、普通に僕負けしてタコ負けしたんですよあれおかしくないかってなって、対戦した後に本当にザクレのことをこいつやばいんだなって意識し始めたのが、そのマルスを手にした時、彼がそのカムイだけじゃなくてマルス使ったりベヨネッタ使ったりして、そのサブキャラで他の人倒してるの見て、振動っていうほど表現正しいか分かんないですけど、ちょっとやっぱおかしいな、他のプレイヤーと比較してもやっぱちょっと抜きに出てるなって印象はそこからつきましたね。こうして瞬く間に日本のトッププレイヤーへと上り詰めた16歳の若き天才プレイヤーは、スマブラ4最後の舞台へと向かう。2018年3月、任天堂ダイレクトに突然その知らせはやってきた。それは2018年にスマブラの新作が発売されるという知らせだった。映像がもうすごい作り込まれててかっこよくて、でスマブラマークだと判明する瞬間のやっぱ興奮っていうのはもう今でも、動画見返してもまだ鳥肌立つぐらいのインパクトあったんですけど。そして2018年6月、今までに参戦した全てのファイターが
新作に参戦する全員参戦というコンセプトとともに発売日が2018年の12月7日であることが発表された。これは当時のコミュニティにとって素晴らしいニュースで、プレイヤーは日々更新される新作のニュースに胸を躍らせ、次なる戦いを夢見ていた。しかしそれは同時にプレイヤーにとっては今何よりも真剣に取り組んでいるスマブラ4というゲームが終焉を迎えるということも意味していた。僕は当時は確か、それこそオフ大会に出て、ぼちぼち結果がよくなってきて、優勝を狙えるようになってきてっていうタイミングだったんで、僕的には、新作が出るっていう嬉しさ、一応ありつつも、いやちょっともう少しこのゲーム頑張りたかったなっていう気持ちが結構強かったのは覚えてますね。いやマジかよと思って、俺ここまで来たのにこのゲーム終わんのと思って。まだやっぱりスマブラ 4WiiU まだ遊べるよなっていう感覚が結構強かったんで、こう完全新作だとちょっとなんかやり残した感はちょっとあるよなっていう感触は自分の中にもあったし、界隈全体にも流れてたかなと思います。スマブラ4を楽しみきってなかったから、なんか焦りの方がすごかったですね。もう新作来ちゃうから今のうちに何かなさないとなっていう気持ちがその時はまだあったと思います。国内の2大大型大会であるスマバトと梅ブラは、それぞれスマバト WiiU ファイナル、梅ブラ 4WiiU ファイナルと冠した大会を新作発売前最後に開催することを発表した。これによりプレイヤーたちはこの2つの大会を目標に据え、4年続いたスマブラ4というゲームの最後の王者を争い戦うこととなった。2018年9月21日に行われたスマバト WiiU ファイナル。この大会には小森切、アトリエ、ヒカル、T、マサシといった関西のトッププレイヤーはもちろん、関東からもケン、ライト、タケラ、ガクト、ユズ、ケプト、キシル、その他の地域からも染谷やシュートン、ディオといったトッププレイヤーが多く集まった。その中には前回大会優勝のザクレイも名を連ねていた。ウィナーズクォーターファイナルで最初の山場となったケンソニックを前回スマバトに続き撃破し、ウィナーズセミファイナルではアトリエを、ウィナーズファイナルでは染めを下し、またも勝者側で優勝を果たす。そして敗者側から上がってきたヒカルとのグランドファイナルでは緊迫した展開を見せるが、最後はザクレイが勝利を手にした。これにより関西で行われた最後の大会の優勝はまたしてもザクレイのものとなった。もうその頃のザクレイって言ったらね、一番やっぱ強い、相当強いプレイヤーでもあったんですけど、自分の多分調子も一番良くて地元で温まってる状態で、やれるのが普通に楽しみの方がでかかったですね。その場のなんか攻防ってよりかはもう全部そのザクレイの中で多分流れがちゃんとあって、場面ごとにもうこれはこうこれはこうっていうのがあって、リスクなく動くのに対しては対応できてるつもりだったんで、それで勝てなかったってことは向こうもちゃんと殴り合ってもくるし、なんか全部が多分うまかったになっちゃうっすね。ちゃんとうまくやれば勝てるなって思った中でしっかり動けて勝った印象があるんで、あれはかなり自信にもつながったし、結構嬉しかったけど、なんかその今までのようななんか目新しいなんか嬉しさっていうよりは、ちょっとやっぱ俺いけるなって思った大会でもあったですかね。当時やっぱ SP がもう発売する1週間前ぐらいに確か最後梅村が開かれたんですけど、この大会は勝って優勝したら確かそのランキングとかでも全然1位を狙えるかもしれないぐらいだったんですよね。確か梅村を優勝すればだったんで、本当に勝ちたい一心でやってましたね、あの大会は。この頃にはすでに日本最強プレイヤー候補と目されており、もう一つの最後の大会でも優勝を期待されていた。そして2018年12月1日、
スマブラ SP 発売1週間前に開催された文字通り最後の大会となった梅ベラ 4WiiU ファイナルが開催される。